ワールドラバーで大ヒット。リピーターが続出。レシーブが楽しい。究極のチャンスメイクラバー。アポロ5超極薄。皆さんこんにちは。こんにちは。ワールドラバーマーケットのジャパリドです。グッチーです。新商品の紹介です。おっしゃー。今こちらにあります。こちら、はい。T マウント KTS エボニー GF という新製品を紹介します。はい、グッチ。はい。T マウント KTS といえば、はい、ちょうどね1年前に販売した、虎の剣が大人気なんですけど、はい、実はメーカーの方ではこういったシェイクも作ってます。あ、そうですね。はい。確かに。はい。で、今回紹介するこのエボニー GF、はい、どんなラケットかというと、このラケット極薄に超いいです。ワールドラバーの極薄。ワールドラバーの極薄ラバーのラケット。ラケットと言っていいでしょう。もうね、WRM といえば、もう極薄ですよ。はい、そうですね。いまだに大人気というよりか、多分もう年々使用者も増えていって結構使ってる人多いと思います。ありがとうございます。でね、やっぱ極薄ラバーの長所って本当ねたくさんあるんで、もっともっといろんな人に使ってもらいたい。はい。そんな中でこのエボニー GF、 一体ねどんなところがこの極薄ラバーとのもう相性がいいのか、今回はその辺もね踏まえて紹介していきたいと思います。ということで、はい、まずは下動画の方ご覧ください。どうぞ。エボニー GF の下動画になります。使用しているラバーはコーデックス53スーパーセレクトと、バック面は木製5の超極薄になります。まずはバックハンドです。極薄なのにしっかりと弧線を描いています。速いラリーでも全くネットしません。エボニー GF なら極薄を張っていても弧線を生かして鋭いボールを打つことができます。ブロックです。エボニー GF 自体は薄いので球持ちのいいラケットです。しかし上板の硬さと極薄の球離れの良さで、ブロックにおいても回転影響を受けにくくなっています。またラケット自体は球持ちがいいのでコントロール性にも優れています。ブロックにおいても申し分ない性能を発揮する組み合わせです。続いて後陣からのバックドライブになります。極薄の最大の弱点でもあるのが、こういった台から離れた位置からの巻き返しです。エボニーであれば優れた球持ちからなる回転性能で、極薄ラバーでも後陣から反撃が可能となっています。つっつきです。つっつきは極薄ラバーの特徴が最も生きる技術の一つです。極薄ラバーのつっつきはラリーのつなぎではなく、相手のミスを誘える攻撃の手段とも言えます。特にこのエボニー GF で極薄ラバーを使用すると、カットの回転量に匹敵するような下回転が全陣で出すことができちゃいます。つっつきからのカウンターを見てみます。これは極薄ラバーの有効的な戦術のパターンです。回転量の多いつっつきを出して相手が持ち上げてきたボールをカウンターします。また極薄特有のトリッキーなプレーも非常に再現しやすいです。トップ選手がたまに見せるようなカットブロックですが、エボニー GF と極薄の組み合わせなら意外と簡単にできちゃいます。これ多分使いこなしたらカットブロック最強かもしれない。回転量がやばい。どうした？台上技術です。スポンジが薄い分、極薄ラバーは台上技術に特化しています。しかし球離れが速いため、チキータなどの技術には難がありました。ですがエボニー GF であれば
極薄ラバーでチキータが可能です。加えて弾くプレーももちろん可能なので、レシーブや台上技術においては最強の組み合わせと言ってもいいと思います。3球目出ないこれ。リフトみたいな。リフト戻す。止まる。危ねえが。最後にオールです。極薄ラバーの特徴は硬くて弾まないという点です。この特徴をラケットに求めると、弾まないという点で守備用や異質用の原種などになってしまいます。しかし極薄ラバーと守備用のラケットの組み合わせではあまりにもプレーの汎用性が低すぎてしまいます。エボニー GF は攻撃用ラケットの中で極薄と同じ硬くて弾まないという特徴を持っています。さらにラバーと異なり、ラケットにおける薄さは球持ちの良さを意味するので、極薄の弱点も同時に補っている、まさに神のようなラケットです。極薄ユーザーの方、ぜひ一度このエボニー GF を使ってみてください。はい、プレイ動画いかがでしたでしょうか。じゃあここからはいつも通りこの T&KTS エボニー GF の特徴を3つ紹介していきます。お願いします。じゃあまず1個目の特徴を紹介していいですか。お願いします。はい、1個目の特徴はめっちゃ薄い。めっちゃ薄いです。めっちゃ薄です。板薄です。極薄です。口見てどうですか。薄いですか。いや、間違いなく薄いです。薄いんですよ。私薄ラケ大好きなんで、はい、ちょっとテンション上がってますよね、この薄っぺらい感じが。そうなんです。実際、今人気のあるラケットって薄いんですよ。はい、だけど市場でいわゆる薄ラケって呼ばれるラケットの厚さはだいたい 5.7、8、9ぐらいです。 5.7 使ってますですね。はい、それでも薄い。はい、でもこのエボニー GF 実際に測ってみると 5.3 めちゃめちゃ薄いんですよ。これはどんだけ薄いかというと、多分この攻撃用ラケットの中では最薄クラス、でまたこういったね薄いラケットって実際作るの難しいんですよ。まず板がこう反っちゃったり、あとはこのインパクトに耐えれる強さを結構保持できないので、まあ、そういう意味でやっぱりどんなに薄くても 5.7 とかからなっちゃうんですよね。そんな中これ 5.3、すごい薄いです。なかなか自信のあるラケットになってるってことですね。じゃあそうなんです。これ実際ねすごい精度高いです。よくできてます。でかつ強さもあるんで、こう打っててなんか心配にならないんですよ。結構怖くないですか、強打するとき。そうですね、薄いラケットは本来怖く感じますね。怖いですよね。実際打ってみて口さんどうですか。全然大丈夫ですよね。全然大丈夫ですね。感じないですね、怖さは。頑丈ですよね。しっかり下付けになってます。板薄なのに。ということでこれも1個ねすごい大きい特徴です。板が薄いことによる特徴はあるんですけど、それはその2その3で紹介していきます。はい、それでは2つ目の特徴なんですけど、2つ目の特徴は擦る打ち方に超マッチしてます。やばそう。やばいです。擦るっていうのはつまりつっつき、ループとかそういう技術ですね。サーブとかも。擦るのに適したラケットってどういうラケットかっていうと、まずは、ラケット自体の反発があんまり強くない。弾いちゃうと擦りづらい。あともう一個大事なのが上板が硬い。もうこれ絶対ですね。もう両方兼ね揃えてます。板薄で硬い。もう擦るためのラケットですね。それで極薄ラバー貼ったらもうやばいですね。擦りすぎるっすね。そうなんですよ。回転マックス感すごいですね。擦る。だから本当にサーブとか、例えばレシーブつっつきしたり、またチキータしたり、
ほんとこすり放題ね本当にこすり放題じゃあ極薄の良さがさらにさらに出ますね。光るということですね、回転というか。はい、だから極薄と同じ方向性なんですよね、ラケットも。極薄は硬いし弾まないし、こするのに適してるんで薄いし、薄いしそうだからもう本当に全部一緒、一緒、確かに。はい、もうそれぞれの良さをもう最大限発揮するようなもう性能となってるんで、その特徴としてとにかくこする打ち方にもうベストマッチです。はい、それでは最後3つ目の特徴を紹介します。ここねちょっと難しいんで皆さんちゃんと聞いててくださいね。反発弱くて飛距離が出る。これですよ、グッチさん。はい。はい、反発弱くて飛距離が出る。ちょっとね矛盾してるように感じちゃう感じがあるんですけど、もうちょっと矛盾してるように思えるけど、でも本当なんですよ。反発が弱いラケットってどういうことかっていうと、まあ単純に、板の弾みが弱い。だからカット用とか守備用とかね。でこのラケット板薄いんで反発はまあ弱めです。そんなに反発しない。ってことはどういうことでしょう。やっぱ極薄、反発弱い、飛距離が出ない。だからコートの中に収めやすい。でも1個弱点があるとしたら後ろから飛距離出せないですよね。そうですね。そうなんです。後ろ下がると落ちちゃう。これ落ちないです。わかります。その気持ち感覚で、これ反発低くて飛距離が出るってね、みんなちょっとわからないと思うんですけど、反発が低いっていうのはイコールで球持ちがいいんですね。球持ちがいいとボールっていうのは弧線が出るんです。だからすごく弧線が出しやすくて後ろからでもボールの飛距離が出せる。だからこの3つ目の特徴は極薄の良さを補いつつ、弱点を完全にカバーしている性能ですね。ちょっと下がってもいけるってことなんですね。下がってもいけちゃいます。だってもう多少こう打てしっかり後ろからでも打てるってことなんですね。打てます。あとは前陣でこうバックでもこうドライブで打ち合ってて途中で落ちちゃうとかが、今までのラケットに比べると全然ない。本当にドライブ前陣で打ち合ってても落ちない。そうなるんですよね。そうなんです。ボールがじゃあ海上がりますもんね。はい。まあ以上、3つの特徴でした。はい、以上がエボニー GF の3つの特徴。薄い、こするのに特化している、反発弱くて飛距離が出る、もう極薄専用ですね。そうですね。まあ今まで例えば考え方としてその極薄って極端なラバーだったんで、例えばちょっと反発強いラケットに貼って極薄の弱点を補ったりとか、そういう使い方はあったと思うんですけど、ただ極薄ラバーと似た長所のラケットを選ぶってなるとやっぱね守備用とかなっちゃうんですよ。弾まない、こすりやすい。確かにそうっす。でもそれってさすがに極端すぎるんですよ。そうですね。それちょっとそうなんです。守備用ラケット使うのはちょっとちょっとさすがにボコボコですよね。そんな中でこうしっかりした攻撃用で今説明したように極薄の良さがもうパーフェクトに発揮される初のラケットと言っていいと思います。そうです。素晴らしいですね。それと素晴らしいですね。内側に素材入ってますしね。そうです。一応これ GF って言って特殊素材入りなので、純粋な木材だけではなく特殊素材も入ってるので、グッチさんその辺実はどうですか。極薄専用で進めてますけど、グッチさん粘着普段使ってるわけじゃないですか。でしかも薄いラケットが好きじゃないですか。そうなんですよ。これ実はめちゃくちゃ好きな香水なんですよ。ですよね。まず板厚がその5ミリ台、5ミリ台前半っていうのがそれが最高すぎますし、で上板が私こう硬いタイプ好きなんですよ。この着色この着色と黒炭とか昔使ってましたもんね。そうですね。違うメーカーさんのやつで上板がこういう感じのタイプのやつ使ってて、めっちゃ硬い粘着と相性が本当に良かったんですよね。もう本当に自分が好きな組み合わせが詰まってるんですよね。普通に。じゃあ普通に粘着ラバーを使う人にもバッチリ。そうですね。あとはそうですね。硬い粘着使う人、うちだと木製、金製とか WR のやつとかでも、私もこれで金製使ったんですけど相当良かったです。回転やっぱこする感覚めっちゃこすれますし、
で弾いたらなんですかね、ぶつけたらあぶつけ打ち、粘着のぶつけ打ちができるんですよ。上板が硬いのと、まあそうですねやっぱり薄いって言ってもこれしっかりしてますからね。はい、そうですね。でしかもインナーが入ってるじゃないですか、素材の。はい。これが結構多分今粘着のなんていうんですかね、なんですか特殊素材系使ってる人が多いんで、硬い粘着に。確かに。だからそういう人は特にこういういいかもしれないです。うん素材系の使ってる粘着ユーザーはの方にもおすすめできるい。そうですね。感じがします。はい。私もちょっと試合でちょっと使ってみようかなって今これ思ってます。それぐらい感覚が今はい。フォアワードの方でいいんで。まあとにかくその回転を意識する人であれば、はいまあ粘着でなくてもはいいけるので、だからはね、いくら極薄いいですよって言っても片面はやっぱ極薄じゃないですから皆さん。そうですね。フォアは側フォア側は。い。そうですね。はい。まあそっちも心配いらないよということで、はい。ありがとうはい、ありがとうございます。ございます。はい、ここまで動画をご覧いただきありがとうございます。昨年から販売し始めているこの T バウンと KTS というね、まあ、新しい、日本にとっては新しいブランドですけど、まあ、シェイクも本当に高品質でおすすめできるラケットとなってます。で、まあ、今回紹介したように極薄ラバーの性能をフルに発揮するっていうような形で、まあ、うちがね紹介するのもこのラケットが初めてだと思うんで、極薄ユーザーの方、あとは粘着ラバー使ってね、とにかくこう擦る打ち方を意識している方、ぜひこのエボニー GF 一度試してもらいたいと思います。ぜひよろしくお願いします。お願いします。